もし身に起こった出来事全てを忘れられなかったら、遡ることおよそ22年前の1999年、アメリカカリフォルニア州アーバイン、カリフォルニア大学アーバイン校の学習記憶神経生物学研究所の創立者ジェームス・マックガウ博士は研究所の一室で一人の女性と会話していました。彼女の名前はジル・プライス34歳。初めてリック・スプリングフィールドのジェシーズ・ガールを聞いたのは1981年3月7日、母と一緒に車に乗っている時です。私は16歳と2ヶ月でした。ドラマダラスの最終回は1991年5月3日、仕事が早く終わったのでデリバリーしたサラミのピザを食べながら見ていました。マックガウ博士はジルの返答に耳を疑っていました。そう、彼女は経験の全てを記憶していたんです。自身の経験全てを記憶する女性、ジル・プライス。常人離れした能力を持つ彼女が送る人生とは。そこには私たちが想像も及ばない苦しみの連続があったんです。グランピングでなんか骨ついた肉食べたい。そして肉は骨の周りが一番うまいんだよ。ケンちゃんです。記録より記憶に残りたい女、やみやみこです。大丈夫だよ。両方残ってるよ。残ってる？我々にね、いつかね、子供とかできたらね、これ見られちゃうわけですよ。なんか、二人の間に子供が生まれるみたいな言い方に聞こえたからちょっとやめて。なんで俺告白しないのに振られてるやつみたいになってる。本日皆様にご紹介するのは、他人にはない能力を持ちながら、それがね、ゆえに人よりも苦悩に満ちた人生を歩んでしまった人たちについてなんです。今日はですね、2つのお話をね、ご紹介していきたいと思います。それ結局超能力ってことじゃないの？まあね、今回超能力ではないんですけど、一つ目のお話っていうのはね、普通の人だったら絶対食べないようなものをね、食べてしまうみたいなね、人なんですけど、実はこれ強制じゃなくて本人が望んでやっているんですが、多くの場合ね、不幸な結末を迎えるっていうようなことが多いんです。早速見ていきたいと思います。予想外のシーン。一つ目の話は遡ることおよそ5年前の2017年9月7日、舞台はイギリス東部沿岸の町スケックネス。この町のとある病院に16歳の少女が緊急搬送されました。痛い、お腹が痛いの。少女の名前はジャズミン・ビーバー。猛烈な腹痛を訴える彼女の黒髪はなぜか所々不揃いな状態になっていました。症状は思いのほか重く、彼女はついに意識不明の状態に。医師たちは全力を尽くして治療に当たったんですが、ジャズミンはその後二度と目を覚ますことはなかったんです。16年の短い生涯でした。まだまだめちゃくちゃ若いのに何が原因なの？それがですね、このジャズミンの遺体からは医師たちもね、予想だにしなかったものが見つかるんです。その後ジャズミンの死因を正確に調べるため、彼女の遺体は解剖に回されました。すると、なんでこんなものが出てくるんだ。ジャズミンの胃を切り開いた医師はそこから姿を現したあるものを見て驚愕するんです。ジャズミンの胃の中にあったもの、それは髪の毛の塊だったんです。ジャズミンの胃から発見された髪の毛の塊には細菌が大量に繁殖していました。彼女はこの細菌によって腹膜炎を起こし死に至ったんです。ジャズミンにはストレスを感じると無意識に髪の毛を抜き、それを口に運ぶ癖があったんです。ミッドナイトムーンのヤミリと一緒やん。彼女の黒髪が不揃いだったのは、そうやって事あるごとに自分の髪の毛を食べていたからだったんです。自分の髪の毛を食べずにはいられなかったジャズミン。彼女のこの症状には正式な病名が付けられているんです。その名も移植症。移植症？普通の人は食べないようなね、何かものを食べてしまったりとかね、いろいろそういう症状のことを指すんですけど、そもそもなんでそれが引き起こるかっていうところに原因がね、わからないとね、どうしようもないんで。あるのね。というわけで本日のメタなキーワード、鉄欠乏性貧血。いずれ鉄欠乏性貧血とは、体内の鉄分が不足し、赤血球内のヘモグロビンが作れなくなることで起こる貧血のこと。生理期や妊娠中の女性のほか、偏った食事や無理なダイエットが原因になることも多く、思春期の女性にも起こりがちな症状なんです。貧血の中でもよくある症状で、生理期の女性の3人に1人が鉄欠乏性貧血だというんです。移植症の原因はまだはっきりしていないんですが、鉄欠乏性貧血と関係していることが分かっています。2011年、日本医科大学の医師を中心に行われた調査では、鉄欠乏性貧血と診断された33名のうち、なんと8割に移植症の兆候が見られたというんです。8割ってほとんどじゃないの？そうなんですよ。ただ大半の人は氷を食べてしまうとかね、そういうものだったんで、髪の毛をね、食べるっていうのはまあ珍しいっちゃ珍しいんですけどね。そして特殊な例は髪の毛だけではなく、あんなものやこんなものをね、食べてしまう、まだまだいろんなね、タイプの方がいらっしゃるんです。様々な移植症。
移植症を患う人の中には髪の毛よりももっと直接的に危険が及ぶようなものを食べてしまう人もいるんです。2021年リトアニアにて一人の男性が激しい腹痛を訴え緊急搬送されました。男性の腹部を X 線撮影すると胃の中に大きな影が見つかり、すぐさま摘出手術を行うことに。3時間に及ぶ手術の結果、男性はなんとか事なきを得ました。しかし問題なのは男性の胃から摘出された異物の数々。胃の中で消化されず男性を苦しめていたもの、それは1キロ以上の鉄。男性の胃からは釘やネジ、ナイフなど鉄でできたものが大量に発見されたんです。釘とかネジは100歩譲ってね、大丈夫だとして、ナイフとかどうやって食べんのよ。どうやっててかさ、なんで食べんの？まあでもなんかちょっと硬いもんグッてやってこう歯型つけてみたいみたいな衝動はなかったこともないですからね、僕は。わかんないです。カッってなんか噛みたくなるのないですか？皆さんいるんじゃないですか？でも結構意外にいると思うんですよね。男性は緊急搬送される1ヶ月前から断酒をしており、その頃から無性に鉄を食べたくなる衝動に駆られるようになったというんです。髪の毛を食べてしまう少女も移植症の症状が出るのはストレスを感じた時でした。この男性も断酒のストレスがきっかけになったのでしょうか。この他にも移植症には信じられない例があり、スコットランドには子供が移植症を患ったがために家を丸々リフォームすることになった一家があるんです。この家はもともと全て土の壁でできていたんですが、ある日突然6歳の息子が壁をガリガリとかじるように。怖えな。以来何度壁を修復してもかじろうとするため、最終的に壁を全てプラスチックに作り変えることになったんです。ほんとなんかいろんなもの食べる人がいんのね。なんか食べちゃダメだって分かってるのにね、うんやめられないっていう人がこんだけいるんだっていうことですよね。ちょっと苦しいわよ、本人たちからしたら絶対。さあね、続いて2つ目のお話に入っていくんですけれども、今回はね、これまでのね、話と違って、ちょっとね、自分がその立場だったら羨ましいって思っちゃうかもしれない。当事者じゃない人からすると、ちょっといいかもとかね、そういうことかもしれないですね。几帳面すぎる女。2つ目の話は遡ること7年前の2012年、アメリカカリフォルニア州が舞台。ここに住むジル・プライスという47歳の女性は少し変わった習慣の持ち主。買い物から帰った彼女がまず向かったのは洗面所。ジルは几帳面すぎるほどしっかりと手洗いうがいをします。それが終わると今度はシャワー。そしてシャワーから上がったジルは続けて家中を掃除し始めるんです。実は彼女が家を掃除するのは今日だけで2回目。ジルは外出後は徹底して体を洗い、部屋を掃除せずにはいられないんです。潔癖症ってことよね。そこまで変わってないじゃない。ここまでだったらね。ただジルの変わった習慣っていうのはまだまだあるんです。ある日、ジルの自宅を友人が訪れた時のこと。すごいコレクション。よくこんなに集めたわね。友人はジルの家に所狭しと並べられたレコードの数に驚きの声を上げます。しかし、ジルは、いや、別に集めたくて集めているわけじゃないの。なんだか捨てるのが怖くて捨てられないのよ。決して好き好んでコレクションしているわけではないというんです。レコードはジルが10代の頃に流行った曲ばかりで、年代順にきっちりと並べられています。この他、ジルの自宅には子供の頃に遊んでいたおもちゃなど、彼女が昔使っていたものが大量に保管されているんです。物を捨てられない気持ちってのはまあわかるんだけど、物を捨てるのが怖いってまでいくとなかなか珍しいわね。ただジルっていうのはただ几帳面なだけではなかったんです。彼女には他の人と決定的に違う部分がありました。ある日、ジルがテレビを見ていた時のことでした。1977年10月14日、ビング・クロスビーは心臓発作により74年の生涯を閉じました。ドキュメンター番組のキャスターがそう話した瞬間、ジルの脳裏にある映像が浮かび上がってきたんです。1977年10月14日、当時11歳のジルは母親の運転する車に揺られていました。ジルの服装はサッカーのユニフォーム。今日は彼女が所属するサッカーチームの試合の日なんです。先ほど悲しいニュースが入ってまいりました。歌手のビング・クロスビーがスペインのゴルフ場で急逝。死因はカーラジオからは往年の大スターの訃報を知らせるニュースが流れていました。その後、ジルはサッカーの試合に出場。この試合の最中、ジルのチームメイトが相手選手に激しくぶつかられ転倒したんです。うわー！ジルはとっさに泣き叫ぶチームメイトの方を見ました。するとジルの視線が捉えたチームメイトの足は曲がるはずのない方向へ曲がっていたんです。子供時代のトラウマを思い出したジルは気分が悪くなり、そっとテレビを消しました。ニュースを見たジルがこの日のことを思い出したのは、彼女がある病気を患っているから。実は異常なまでの潔癖症も昔のものを捨てられないのも全てその病気のせいなんです。何？昔の歌手のドキュメンタリー見てて昔のこと思い出しただけでしょ？この歌手のファンとかだったわけじゃないの？ジルはですね、そんな思い出があって思い出したっていうわけではなかったんです。ここからはですね、いよいよ彼女が患っている病気、それが一体何なのかっていうところを見ていきたいと思います。 HSAM
1999年、当時34歳のジルはカリフォルニア大学アーバイン校の学習記憶神経生物学研究所を訪れていました。研究所の一室でジルは一人の男性と会話をしています。その男性とはこの研究所の創立者であるジェームス・マックガウ、人間の記憶力を研究する第一人者なんです。マクガウ博士はカルテを書きながらジルにこう尋ねた。1977年8月16日、何の日かわかりますか？エルビス・プレスリーが亡くなった日です。二人の会話を聞き、隣でパソコンを叩いていた助手がつぶやく。正解です。では、その日に関して覚えていることはありますか？当時はロサンゼルスに住んでいました。天気は晴れ。ただ、確か夕方から雨が降ったと思います。正解です。さらにマクガウ博士は尋ねる。1979年5月25日、何の日かわかりますか？シカゴで飛行機が墜落した日です。確か午後3時頃だったと思います。ドラマを見ていたんですが、突然臨時ニュースが入って中断されたんです。その日の天気は確か雨でした。マクガウ博士はジルの受け答えに耳を疑っていた。飛行機が墜落した時間もドラマの内容もその日の天気も全て合っていたからだ。一通り質問をし終えたマクガウ博士はデスクの上にそっとカルテを置くと一言こうつぶやいた。彼女は自分に起こった経験を全て記憶している。すべて？そんなことありえんの？原因はね、究明されていないんですけど、彼女は後天的にね、この能力を身につけたというんです。ジルは8歳の頃、自宅でテレビを見ている最中に頭の中でパチンと何かが弾けるような音がしたというんです。この体験をして以来、彼女は日付に合わせてその日経験した出来事を全て正確に思い出すことができるようになったというんです。マクガウ博士はジルのこの症状に HSAM という名前を付けました。 HSAM とはハイリースペリオールオートバイオグラフィカルメモリー、長えなの略。日本語で非常に優れた自伝的記憶を意味するんです。日本語も長いよね、そりゃ。そして2006年、マクガウ博士は HSAM のレポートを神経心理学ジャーナルニューロケースに掲載すると、なんと記事をきっかけに HSAM の患者がジル以外にも存在することが分かったんです。マクガウ博士自身、世界初の症例と考えてはいたものの、探せば他にも患者が見つかることは予想していました。しかし予想外だったのはその患者数。この時発覚した HSAM の患者数はなんと60人。何、経験したことを全部覚えてるスーパーマンが60人もいんの？すごいっすね。すごいわね。そしてですね、なんとこの60人っていうのは、記憶力以外に関してもね、ジルとの共通点があるんです。HSAM の人の多くが持っている共通点、それは強迫的神経症の傾向があることでした。強迫的神経症は一つのことに執着し、決まった行動を繰り返してしまう精神疾患なんです。例えば2011年に亡くなった HSAM 患者リック・バロンは財布の中身を整理することに執着していました。彼は財布の中のお札を発行された都市の名前でアルファベット順に徹底して並べていたというんです。どういうこと？またイギリスに住む HSAM 患者レベッカ・シャーロックは大量の本を集めています。中でもハリー・ポッターに執着し、繰り返し読み続けた彼女はなんと全巻の内容を暗記してしまいました。強迫的神経症の人はこのように何か一つを徹底的に繰り返すことを好きでもないのに続けてしまうんです。ジルが異様なまでに掃除を繰り返していたのも、好きでもないのにレコードを年代順に並べていたのも、全て強迫的神経症の症状だったんです。本を繰り返し読むってのは、その本の内容を覚えてるからこそ気になって、なんか衝動に駆られちゃって何度も見ちゃうっていうことなのね。羨ましいとかちょっと思っちゃってたけど、これはちょっと辛いわね。逆にね、僕ら本読んでね、繰り返し読まないと忘れますよね。最近何読みました？最近、熊野プーさん。HSM の人たちっていうのは、僕らがね、想像もできないような苦悩をね、結構別のところでもいろんな面で抱えているんです。この動画を見ているメトラの皆さんには HSAM の性質を聞いて、暗記が得意なら学校の勉強も楽勝ではと感じた人もいるんじゃないでしょうか。しかし実はそうではないんです。 HSAM の人が記憶力を発揮するのは自身の経験か強い興味を持っているものに対してだけ。そのため HSAM だからといって特別勉強ができたりはしないんです。ジルも自分が経験したこと全てを覚えているものの、学校の成績はそれほど良くなかったと話しています。そして HSAM の人たちは忘れられないというその性質に何よりも苦しめられているんです。彼らが忘れられない記憶はポジティブなものばかりではなく、辛い過去の経験を繰り返し思い出してしまうことも当然あるんです。そのため HSAM 患者にはうつ病や不眠症を患う人も多くいるんです。そんな HSAM 患者の状況に対しジルはこう話します。私は人生を左右した一つ一つの選択を全て覚えています。だからこそ私の人生は後悔に満ちているんです。ジルのこうした言葉からは、人は忘れるからこそ辛いことがあっても前を向けるという事実を思い知らされます。どんなに優れた能力を持つ人でも優れているなりの苦悩を持っているもの、誰もが羨む超能力などというものは本当の意味では存在しないのかもしれません。